あなたは愛する人がもうすぐ死ぬと知った時、その事実とどう向き合いますか？2017年11月、ニュージーランドオークランドマンゲレ。おかえりなさいパパ。空港のロビーには一人の男性と彼に駆け寄っていく二人の子供の姿がありました。男性の名はイアン・ジョー。ただいま、二人とも会いたかったよ。がん治療のためにニュージーランドを離れていた彼は子供を抱きしめ、久しぶりに再会できた喜びをかみしめていました。その傍らには夫の帰りを待ちわびていた妻のジウンリーも。そして彼女は喜ぶ夫と子供たちをよそに動揺を隠しきれない様子でそこに立っていたのです。嘘でしょ。ジョーの頬は痩せこけ、目がくぼみ、子供たちを抱き寄せる腕もまるで骨と皮だけのようになってしまっていました。出国時とは別人のように変わってしまった夫の姿に、リーは彼がもう長くないことを悟ったのです。同時に彼女はこう思いました。子供たちを殺してあげなきゃ。夫に死が迫っていると悟り、子供たちの殺害を決断した女。深い悲しみゆえに別人に変わっていった彼女がたどり着いた答えとは。我が子を手にかけたその女性は、それが最善だと本当に信じていたのです。おそすけちゃんです。いや、みやみこーんです。最後に草っ腹でゴロンって横になったのいつ？なんか改めてね、都内のいろんな公園行ったんだけどなんでだよ。いろんな公園に行って思ったんだけど、新宿御苑の芝って本当に綺麗よ。シート敷く人ももちろんいるんだけど、敷かなくても何も気にせずゴロンとできるってすっごい幸せなことだなと思って、この前新宿御苑でハンバーグ食べながらゴロンとしたの。俺とやってたやつじゃん。でもさ、あれ思うんだけどさ、管理されてるから綺麗なんだけど、逆に言うといつでも入れないってとこが痛いよね。でもほぼ毎日のように空いてんじゃん。夜とか入れないじゃん。学校のプールに忍び込むみたいなことがしたいの。秋の時期とかすごくいいわよ、紅葉もあって。でもそう思うとさ、東京ってなんかもうちょっと増やしてほしいよね。ああいうところをね。自然なよ。長すぎ。ゆりこ、お願いします。今回はですね、ニュージーランドで発生した殺人事件をご紹介します。夫の死に直面した女性が、その悲しみから子供たちを手にかけてしまうという、非常に胸が痛くなる事件なんです。なんでそんなことする必要があんのよ。何か追い込まれてたの？夫のことは愛してても子供のことは全然大事じゃなかったとか、そういうことなの？違うんです。この女性からすれば子供たちを愛していたからゆえの殺人だったんです。この事件は発覚の経緯もかなり特殊だったんです。犯行はある町で開かれたオークションによって明るみに出るんです。置き去りの子供たち。2022年8月11日、ニュージーランドオークランドクレンドンパーク。これだけ大量にあればどこかにお宝が眠ってるかもしれないぞ。車から荷物を下ろしながら嬉しそうにそうつぶやいた男性。彼はこの近隣の貸し倉庫で開かれていたオークションから帰宅したところでした。出品されていたのは倉庫に預けられたまま契約の期限を過ぎても持ち主が取りに来ず放置されていた品物たち。このオークションでは購入するまで品物の内容が明かされないのですが、中には高価なものが紛れていることがあり、この辺りでは人気の催しだったのです。そしてこの日、大量の荷物を落札し自宅へ持ち帰った男性。彼はガレージの中へ荷物を運び込むと、その中身を確認し始めます。すると段ボールの数々や家具の中で男性が特に気になったのが、テープでぐるぐる巻きにされ、さらにビニール袋で包まれている2つのスーツケース。やけに厳重だな。明らかに異様な雰囲気のそのスーツケースを不審に思った男性はビニール袋やテープを剥がしていきますが、なんだこの匂い。開封の最中、男性はスーツケースの隙間から漏れ出す何かが腐ったような匂いに気づきました。そして鍵を破壊して開けてみると、その中には固く結ばれたビニールの包みが。その包みの中に入っていたのはボロボロの T シャツとダウンジャケット、そして大量の人間の骨だったのです。これやばいんじゃないか。男性は直ちに警察へ通報。調査が進められ、検視結果や倉庫の貸し出し履歴などからスーツケースの人骨は以前この近隣で暮らしていた2人の子供のものだと判明します。白骨化していたのは8歳の女の子ヨナジョーと6歳の男の子ミヌジョー、韓国人の兄弟でした。落札したスーツケースの中に子供の遺体が入ってたとかも考えただけでゾッとするわよ。このオークション自体、やばいものが出品されてるオークションだみたいな疑惑がついちゃいそうですよね。遺体で発見された2人の子供は約4年前に亡くなっていると推測されましたが、捜索願いが出された形跡はなく、犯行には家族が関与していると考えられました。そして遺体の発見から約1ヶ月後の2022年9月15日、2人の母親である韓国人女性ジウンリーが逮捕されたのです。
彼女は遺体が発見されたニュージーランドから遠く離れ、韓国のウルサン広域市に潜伏していました。リーは我が子を殺害し、遺体を詰めたスーツケースを貸し倉庫に預けたまま、自身は母国の韓国へ戻り、新しい生活を始めていたのです。貸し倉庫に遺体なんか預けてたらいずれバレるって分かりそうなもんだけどね。何、海外に逃げてればバレないって思ってたの？そもそもいずれバレるっていう思考自体がなかったんだと思います。当時のリーはそれほど精神的に追い詰められていたんです。最初に説明したように、そのきっかけは愛する夫の死でした。ここから夫婦の過去に遡っていきたいと思います。崩壊してゆく心。事件発覚から5年前の2017年、後に殺人を犯してしまうジウンリーはニュージーランドのオークランドで夫と2人の子供たちと暮らしていました。韓国人のリーは13歳の頃に家族と共にニュージーランドへ移住してきた女性。大学進学のために韓国へ戻っていた時期もありましたが、卒業後はニュージーランドへ戻り、教会で日曜学校の教師をしていた際に夫のイアン・ジョーと出会いました。2人は2006年に結婚し、その後長女のヨナ、長男のミヌがそれぞれ誕生。夫のジョーは空港職員、妻のリーは専業主婦として家庭を守り、一家はささやかながら幸せな日々を送っていたのです。リーは日曜学校の経験もあってか、子供の教育に強い関心を持つ女性として知られていました。そう、彼女はもともと自分の子を殺めるなどとは想像もできない子供思いの人物だったのですが、ある出来事をきっかけに様子が一変してしまうのです。2017年5月、リーはその日、体調に異変を訴えた夫のジョーを伴い病院へ訪れていました。そして医師から告げられた診断結果は、ご主人に癌が見つかりました。早急な治療が必要です。重々しくそう告げる医師を前に、リーは頭が真っ白になりました。しかし現代の医療であれば、癌は治せない病気ではないはず。そう信じ、リーは医療先進国である母国の韓国へと夫のジョーを送り出すのです。お願い、どうかあの人を助けて。リーは一人で子供たちの面倒を見ながら必死にそう祈り続けました。次に帰国する頃にはまた夫の元気な顔が見られる。ささやかでも幸せだった日常がまた戻ってくる。彼女はきっとそう信じていたのでしょう。もしかしてその癌が悪い状態だったの？思ったより。そうなんです。帰国した際にはジョーには以前の面影はなかったんです。2017年11月、リーは子供たちを連れて空港を訪れていました。その日は韓国での6ヶ月の治療を終えた夫が帰国する日。出入国ゲートから夫のジョーが姿を現すのをリーは緊張の面持ちで待ちわびていたのです。そしてパパ、会いたかった。ジョーが現れると、久しぶりの父との再会に子供たちは駆け寄っていきますが、妻のリーは呆然と立ち尽くしていました。この人はもうすぐ死んでしまうのね。土色に変わってしまった顔に、見る影もないほどに細くなった腕、子供たちを抱きしめる夫ジョーの弱々しい姿に、リーは彼の死が近いことを察したのです。夫のジョーがせめて最後は安らかに過ごせるように、リーは彼を懸命に看病しました。そして帰国から間もなくしてジョーは他界。妻のリーは悲しみに暮れながらも、子供たちには悟られないよう表向きは気丈に振る舞い続けました。ママ、どうしてパパは帰ってこないの？遠いところにお仕事に行ってるんだよ。いい子にして待ってよね。まだ8歳と6歳という幼い年齢の子供たち。突然父親を失ってしまった事実を告げるのはあまりにも酷だと考え、リーは2人に父親のジョーが亡くなったことを伝えなかったのです。しかし何より一番に心配しなければならないのはリー自身の精神状態でした。なぜなら彼女は過去に3回も未遂をしているから。実はリーは夫が癌を患うずっと前からうつ病の診断を受けていました。そして自身の父が亡くなった際に未遂を繰り返したことがあったのです。そもそも心が弱ってしまっていたリーにとって夫のジョーは大きな拠り所でした。今すぐ死んであの人と同じところに行きたい。ジョーの死が近いと知った日からリーがずっと抱き続けていたその思いは彼の死後より強固になっていったのです。なるほど。だからリーはもともと心を強く保てないような方だったわけね。しかもそこにね、夫が亡くなっちゃってさらに良くないこともどんどん考えるようになっちゃったんでしょうね。そうなんですよ。身内がね、亡くなるっていうのは誰にとっても辛いことではあるんですが、リーが人一倍思い詰めてしまったのは彼女の性格によるものでもあるんです。そしてこの理屈を分かりやすく説明する心理学理論があるんです。というわけで本日のメトナキーワード、脆弱性ストレスモデルについて。脆弱性ストレスモデルとは、個人の精神疾患や行動変化を説明する心理学理論。生まれや生育環境から生じた弱点である脆弱性とライフイベントによるストレスが組み合わさると精神疾患が生じやすいとするものです。例えばうつ病を発症しやすい人は、血縁関係者にうつ病の人がいる、幼少期に虐待などのトラウマがあるなどの脆弱性を持っています。それらの脆弱性を持つ人は失恋や失業な
などライフイベントによるストレスに直面した際、うつ病の発症率が如実に上がるとされているのです。逆に言えば、うつ病に関する脆弱性を持たない人は同じストレスを感じたとしてもうつ病になる確率は低いとされています。この脆弱性とストレスの掛け合わせで精神疾患の原因を分かりやすく紐解く理論が脆弱性ストレスモデルなのです。父親の死、夫の死に際し、それぞれうつ病を悪化させてしまったリーは元来うつ病に関する脆弱性を持っていたと言えるのです。子供たちの前では夫のジョーがいつか帰ってくるかのように努めて明るく振る舞っていたリー。しかし彼女がとても平気とは言い難い状態であることは傍から見れば明白でした。夫のジョーが亡くなって以来、リーは友人や家族との連絡を一切絶ってしまいました。さらに家に閉じこもるようになった彼女は子供たちのことも学校へ通わせなくなったのです。娘のヨナと息子のミヌとしか接さなくなったリーの思考はみるみるよからぬ方向へ向かっていきました。周りに相談せずに一人でずーっと考え込んでて、その穴から抜け出せなくなっちゃってた気がするわね。一人で考えてるとね、どうしても視野って狭くなるじゃないですか。追い詰められたリーはついに子供たちの未来を奪う選択をしたんです。我が子のために。夫のジョーが亡くなって間もない2017年12月、リーは子供たちを連れ韓国へ旅行に向かいました。2ヶ月間高級ホテルに滞在し、3万2000ニュージーランドドル、日本円換算で約270万円を費やした贅沢なその旅。さらに彼女は翌年にかけて子供たちを連れてオーストラリアへ向かったり、ニュージーランド国内の様々な観光地へ足を運んだりしたのです。その間も宿泊先は高級ホテルばかり。リーは一体何を思い旅行を繰り返していたのか。この後の彼女の行動から、それらの旅行は娘ヨナと息子ミヌとの最後の思い出作りだったように思えるのです。2018年6月下旬、オークランドの自宅へ戻ったリーはその日も子供たちと家族水入らずの時間を過ごしていた。テレビゲームをしながら笑い合う娘ヨナと息子のミヌ。そんな二人の後ろ姿をリーはうつろな目で見つめていた。しばらくすると、2人とも喉が渇いたでしょ。ジュースを飲まない？リーは子供たちに優しく語りかけながらフルーツジュースが注がれたグラスをキッチンから運んできた。やったー！大喜びでジュースを飲み始める子供たち。彼らへ向けられる母リーの眼差しはいつもと変わらない二人への愛に満ちたものに見えていた。しかしリーの中にあったその愛は子供たちが感じていたそれとは大きく違っていた。父親のいない世界で生かしておくのはかわいそうよ。ママ、眠い。ジュースを飲み干した娘ヨナと息子ミヌはしばらくして意識を朦朧とさせ始めた。リーは二人の体にそっと手を添え子供たちを寝室へ誘導していく。そして眠りについた二人はもう二度と目覚めることはなかった。リーが子供たちに飲ませたジュースには抗うつ薬ノルトリプチリンが混ぜられていました。母親を一切疑わず喜んでそれを飲み干したヨナとミヌは昏睡状態に。この時子供たちが過量服薬で亡くなったのか、意識を失った後何らかの方法で殺害されたのかは今でも明かされていません。そして子供たちが亡くなった後、リーは自殺を図るも失敗。そこからベッドに横たわる冷たくなった子供たちを目にし我に返るのです。私はなんてことを。父親がいない状態で生きててもかわいそうだなんて勝手な決めつけじゃない。完全に殺すんじゃなくて、どうやったら父親が亡くなった後に子供たちは幸せに生きられるんだろうっていう方向にね、解決策を模索してほしかったわよね。普通に本当に子供たちが不憫で仕方ないですよね。さらにリーはこの後とても夫や子供たちの死を悲しんでいるようには思えない行動をとるんです。リーは子供たちの遺体を2つのスーツケースに詰め込み、それぞれ日を分けて近隣の貸倉庫に預けました。そして翌月の2018年7月には母国の韓国へ。その行動は自身が犯してしまった殺人の事実を一刻も早く忘れたいがゆえの現実逃避だったのでしょう。彼女はここから名前をジウンリーからハギョンリーに改名。事件のことを一切忘れ、新しい生活に身を投じるため利用に多くのお金をかけたといいます。さらに彼女はこの後マッチングアプリを使用し新たな男性と交際を始めました。他の人との恋愛を求めなければ耐えられないほどに彼女の心は消耗していたのかもしれません。しかし傍目に見てその振る舞いは夫を亡くして悲嘆に暮れ、愛ゆえに子供たちを殺害したというリーの言い分とは矛盾しているように思えてしまいます。ちなみにこの男性はリーに DV を働いたといい、結局交際は長くは続きませんでした。
2022年6月、リーの母親であるチュンジャ・リーは彼女が韓国の精神科病棟に入院している噂を聞き、面会に訪れました。この時母親はリーと子供たちが一緒でないことを不審に思いながらも深く追及はしなかったといいます。警察から孫のヨナとミヌの遺体が発見されたと連絡が入ったのはこの2ヶ月後のことでした。悲しさのあまりの行動なのか、犯人マジで自分勝手なだけなのかよく分かんなくなってきたわよ。悲しかったのはね、本当だと思いますよ。ただその気持ちがどんどん悪い方向に進んじゃったっていう事件ですよね、これ。裁判が始まるとリーは自身の犯行に対し次のように語りました。後悔はしています。でも子供たちのために正しいことをしたまでです。弁護人はリーが夫の死によって心神喪失の状態にあったとし無罪を主張。しかしその言い分が通るはずもなく、2025年9月23日、リーは2件の殺人で有罪に。最終的な判決は2025年11月26日に下される予定で、最高で終身刑になると予想されています。子供たちが亡くなった後、本当は自らも命を絶つつもりでいたリー。父親のいなくなった世界で生きていくのはかわいそうと語った彼女に言わせてみれば、その殺人に悪意はなかったのでしょう。ただこれだけははっきりと言えます。子供たちにとっての何よりの悲劇は、父親を失ったことよりもその後の自分の人生の可能性を全て奪われたことであると。父親の死の事実も告げず、悲しませないようにと子供たちを殺害してしまったリーのその判断は、子供の意思を尊重しない独りよがりなものでしかありません。彼女にとって本当に必要だった選択は、たとえ時間がかかったとしても子供たちと共に愛する夫の死と向き合うことだったのではないでしょうか。もし明日大切な人を失ってしまうとしたら、あなたはその悲しみとどのように向き合いますか。